ニューヨーク。アメリカ合衆国最大の都市で、世界の政治経済や文化の中心地です。19世紀後半から高層ビルの建築が開始し、現在では摩天楼と呼ばれるような象徴的な景観となりました。ニューヨーク市は5つの行政区に分かれていますが、超高層ビルが密集しているのはその中のマンハッタン区です。この区は南北が20キロほどの細長いマンハッタン島が大部分を占めていて、主な観光名所もここに集中しています。特にマンハッタン区は地下鉄などの公共交通機関が発達していることから不自由なく観光ができるでしょう。それでは世界の流行の発信地であり、最先端のものばかり集まるニューヨークの必見観光名所を7カ所紹介します。7位、ロックフェラーセンター。マンハッタンの中央エリアであるミッドタウンにそびえ立つこの超高層ビルは、大富豪であるロックフェラー氏によって建設されました。建物内部にはラジオシティやミュージックホールのようなマスコミやエンターテイメント関連の企業が多数入居している一方で、カジュアルなショップやレストランも見つけることが可能です。ビル正面の広場には黄金像と万国旗が置かれていて、冬季はアイススケートリンクとして使用されています。毎年12月になると30メートル近い高さの巨大クリスマスツリーが飾られ、数多くの観光客で賑わいます。ビルの屋上にある展望台のトップオブザロックは、ニューヨークの景色を360度見渡すことができ、特に夕暮れ時が人気があります。6位、5番街。パリにあるシャンゼリゼ通りなどと並ぶ世界最高級の商店街です。マンハッタン区では南北に走っている大通りが東のファーストアベニューから順に数字で表されており、5番街はその中のフィフスアベニューのことを指します。この大通り沿いには多彩な商業施設の他に歴史的な大邸宅や高級マンションも立ち並んでいます。モダンな繁華街の中には荘厳な雰囲気のセントパトリック大聖堂も立っていて、ひときわ目を引くでしょう。他にも5番街にはニューヨーカーが愛用しているニューヨーク公共図書館があり、そのすぐ隣のブライアントパークは摩天楼で暮らす人々の憩いの場になっています。5位、メトロポリタン美術館。5番街沿いには世界三大美術館に数えられているメトロポリタン美術館も建っていて、地元ではメットの愛称で親しまれています。ニューヨークの都市部に位置しているにもかかわらず、非常に巨大なミュージアムであり、あらゆる時代や地域のコレクションが展示されています。チャールズ・エンゲルハードコートのようなアメリカ美術が中心ですが、デンドゥール神殿を代表として、壁画やミイラなどの古代エジプトの考古学的コレクションも充実しています。それに加えてティファニー社の綺麗なステンドグラスも見逃せません。300万点以上ものコレクションを保有するメトロポリタン美術館の館内に一度入れば、そのアメリカらしいスケールの大きさに圧倒されるでしょう。4位、セントラルパーク。メトロポリタン美術館のすぐ裏には、南北に4キロ、東西に800メートルという広大な都市公園が広がっています。この長方形の緑あふれる公園には、年間およそ3500万人もの観光客が訪問していて、大都会にいながら大自然を訪れたような錯覚を起こすでしょう。新緑の夏だけでなく、桜が満開になって可愛らしい雰囲気の春や赤く染まった紅葉が美しい秋、さらに雪景色が見られる冬など、季節によって景色が大きく変化します。そしてジョギングやサイクリングをする以外にも、手漕ぎボートをレンタルして湖の上でリラックスすることも可能です。パーク内にはベルベデーレ城や不思議の国のアリス像のような建造物や銅像もあり、のんびり散歩するだけでも楽しめるでしょう。このセントラルパークはマンハッタンの摩天楼に住む人々にとって大都市の喧騒から離れて心を休められるオアシスになっていますが、ニューヨーカーだけでなく渡り鳥にとってもオアシスになっているため、様々な動物たちもたびたび顔を出します。周辺にはメトロポリタン美術館の他に映画ナイトミュージアムで有名になったアメリカ自然史博物館や近現代美術が充実しているグッゲンハイム美術館もあります。
3位、エンパイアステートビル。1972年まで世界一の高さだったこのオフィスビルには、最上階である102階及び窓がなく直接ニューヨークの街並みを一望できる86階の2つのフロアに展望デッキがあります。ロックフェラーセンターと比べるとやや南側に位置し、マンハッタン島の最南端地区まで見渡すことが可能です。近くには特徴的な先頭を持つクライスラービルをはじめとするマンハッタンのミッドタウンの高層建築が隙間なく配置されていて、高い位置から景色を見下ろすことができます。様々な時間帯の中でも、ニューヨークの街が夕日に染まる夕方や、きらびやかで迫力のある夜景は特に必見です。さらに夜間は多彩な色にライトアップされていて、マンハッタンの摩天楼の中でも特に印象に残る建造物です。2位、自由の女神像。合衆国独立100周年を記念してフランスから贈呈された像で、ユネスコの世界遺産にも登録されています。自由を象徴する建造物として世界中に知られており、長い歳月を経たことで現在のような青緑色になりました。自由の女神像はニューヨーク港内のリバティ島に位置し、台座から見上げるだけでなく、早めにチケットを予約することで王冠まで登ることも可能です。夕日を背に眺めたり、夜のライトアップなど、人それぞれの楽しみ方があるでしょう。女神像の立っているリバティ島には、マンハッタンの最南端にあるバッテリーパークからフェリーを使ってアクセスすることができます。このリバティ島まで向かうフェリーは、隣接するニュージャージー州にあるリバティステートパークからも出ています。1位、タイムズスクエア。ニューヨークの中心地で常に明るく賑やかな繁華街です。1990年代半ば以降に安全面が向上し、観光客にも親しみやすい地域として生まれ変わりました。タイムズスクエアは現在でも多くの人々が行き交う街ですが、特に大晦日には世界的にも有名なカウントダウンイベントが開かれ、たくさんの旅行者が集まってきます。このエリアは巨大ディスプレイやネオンサインが至るところに溢れていて、一種のアートを生み出しています。これらの電光掲示板は夜間でも眩しく、24時間消えないことから眠らない街とも呼ばれています。外観がきらびやかなタイムズスクエアには、アメリカ発祥のブランド店やニューヨークらしいお土産を取り扱うショップが多数あり、店内も派手なお店が多いです。一部歩行者天国になっているため、ストリートパフォーマーが音楽や踊りなどで旅行客を楽しませてくれます。周辺にはホテルやレストランが多く、地下鉄の路線も多数止まるため、旅行者が滞在するのにとても人気のエリアです。タイムズスクエアには観光中の地下鉄の乗り換えの時などにも気軽に立ち寄ることができるでしょう。また、7番街にあたるセブンスアベニューとブロードウェイという名前の大通りがタイムズスクエアで交差していますが、劇場街が広がっていることからミュージカルの代名詞としてブロードウェイという言葉が使われています。タイムズスクエアはミュージカルを鑑賞する以外にも、おしゃれなレストランやショップを探したり、ニューヨークらしい景色を眺めながら歩いたりと、まるでニューヨーカーになったかのように楽しめる街です。アメリカ合衆国のニューヨークの特に見逃せない観光地を7つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。超高層ビルが集中しているミッドタウンには、他にも多種多様な観光スポットが点在しています。例えば、ハイラインと呼ばれる都市の景観と自然が融合した空中公園を散歩すれば、従来の公園とは一味違った体験をできるでしょう。モマの愛称でも知られるニューヨーク近代美術館やホイットニー美術館でモダンアートを鑑賞するのもおすすめです。一方、マンハッタン南部には世界の金融センターとして知られるウォールストリートや記念館や博物館である911メモリアルミュージアムがあります。ワールドトレードセンターの最上階にあるワンワールド展望台に登れば、ミッドタウンとは違った景色を眺めることができます。グルメに関して言えば、マンハッタン区はステーキやハンバーガーといったニューヨークらしい名店が多いです。その一方で中華街やリトルイタリーのような異文化が形成されているエリアに足を運び、世界各国の料理を堪能することも可能です。ニューヨーカーに混じってバラエティに富んだ楽しみ方があるマンハッタンの街を歩いてみましょう。